かなり前に第6話まで更新し、2人が喧嘩別れしたところまでお届けした。本日は第7話から最終話まで一気にお届けしよう。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。別れたジンとアキンはそれぞれ悲しみに打ちひしがれていた。アキンはジョニーとの舞台劇の中でセリフを通して自分の苦しみを吐き出す。ジンは静かに観客席からその姿を愛おしそうに見つめていた。それからジンはアキンと浮気疑惑の相手ジョニーをバーに呼び出し、あの夜実際に何があったのかを確かめようとした。一方その夜、アキンも渡したいものがあると言ってジンを呼び出す。大急ぎで駆けつけたジンにアキンはジンからもらったお揃いのネックレスを返すためだけに呼んだのだと告げる。このシーンで胸をえぐられるような絶望を感じたのはきっと私だけじゃないはずだ。その夜、アキンは泣きながら訴えた。酔った勢いで取り返しのつかない過ちを犯してしまった。だからジンとはもう一緒にいられないと。しかしジンは先ほどジョニーとの会話を密かに録音していた。その中でジョニーはアキンとは何もなかったと認めたのだった。それを聞いたアキンは安堵のあまりその場に崩れ落ちた。翌朝、幸せの絶頂を迎えたアキンはまだ寝ていると思っていたジンに同居しないかと独り言のようにつぶやいた。だが実際はジンはすでに目を覚ましていた。ジンは昔からアキンの大ファンだった。彼がかつて出演したドラマの中で制服姿のアキンを直にこの目で見たくて、2人きりの撮影セットに誘い込み制服を着てほしいと頼む。2人だけの空間で少しずつ心の距離が近づいていく。ジンは抑えきれない思いのままアキンへと迫っていった。翌日、マネージャーのもとに一通の茶封筒が届いた。中にはアキンの顔がはっきりと写った写真ばかりが詰め込まれていた。会社はすぐにプレスカンファレンスを開く準備を進め、アキンはカメラの前でジンとはただの仲のいいダチだと強調した。その後、会社はストーカーを特定し警察へと突き出す。こうして騒動は一件落着。そしてゴールデンマスクアワードの会場にアキンは司会として登壇し、今年の最優秀新人賞の発表を担当する。ジンの名前が呼ばれた瞬間、私の全身に鳥肌が走り、感無量すぎて気絶しそうだった。その夜、2人は家でささやかな打ち上げをしていた。穏やかな時間の中でジンが一番知りたかったのは、今アキンの心の中で一番抱かれたい男は自分なのかということだった。しかし翌日、ストーカーが撮った1枚の写真がネット上にリークされた。顔にはぼかしが入っていたものの、人々は写っている人物がアキンではないかと騒ぎ始めた。そしてその隣にいるのはジンではないかと憶測は一気に広がっていく。もしこのことが公になれば、2人とも芸能界での立場を失うことは避けられない。そんな中、アキンのもとに写真を持つ人物から脅迫の連絡が入った。もしこの写真が流出すればジンの名誉が傷つく。そう恐れたアキンは言いなりになるしかなかった。そして彼はジンを夜中に呼び出し、別れを告げてから2人は最後の夜を共に過ごした。
I can't help but notice there's such a difference in the way that you're moving, the way you're not looking, but you reassure me I'm your favorite idea. 別れの後、アキンは何もする気力を失い部屋にこもっていた。ジンを守るために自分がもっと大きなスキャンダルのネタを差し出すと約束したのだった。その頃、ジンは共演者のジュディと急速に距離を縮めていた。ある日、ジンとジュディがエレベーターに乗り込もうとしたその時、偶然アキンも同じエレベーターに乗り合わせる。2人の親しげな姿を目にした瞬間、アキンの中で何かが確かに壊れる音がした。そのすぐ後、ジンとジュディはトークショーに出演し、司会者は開口一番、あの写真事件に触れた。するとジンは直ちに、あの写真に写っているのは自分だという。驚いた司会者がもう一人の人物について尋ねると、隣にいるジュディも自分だと認めた。しかしそれは2人が撮影中に撮られたスチール写真であり、実際に恋人関係ではないと2人は口を揃えて否定した。実はジンはジュディに協力を頼み、アキンを危機から救い出す計画を立てていたのだ。トークショーの収録が終わった後、アキンが姿を現し、彼はジンのために用意していた新しい指輪をその指にはめ、そのまま彼を家へ連れ帰った。Our story unfolding. また穏やかな日々が戻ってきた。そう思った矢先、アキーンのもとにおばあさんの訃報が届く。しばらくして立ち直ったアキーンはおばあさんが残した原稿を映画化する計画を立てる。しかしジンが所属する芸能事務所シグマエンターテインメントがおばあさんの作品すべての著作権を元々の所有者である劇場から買い取っていたのだ。こうなったらアキーンは社長に直談判するしかなかった。自分が出演できないならせめてシグマ所属の俳優であるジンに主演を務めさせてほしいと。だが社長はジンとの別れを条件として突きつけた。アキンとジンはその言葉をきっぱり拒み、そして毅然とその場を後にした。その後再び今年最も抱かれたい男の投票が始まった。そしてグランプリに輝いたのは同票でアキンとジン。この結果を受けて今度はアキンの所属事務所のボスが動く。2人の人気が高まるこの気を逃すまいとシグマエンターテインメントに再び交渉を持ちかけたのだ。アキンはジンがこの映画で主演を務め、自分が監督として最後まで作品を完成させるのなら俳優としては引退するという。こうして2人は仕事上の立場こそ変わったものの、日々の暮らしはこれまでと変わらず愛に満ちていた。Here we finally know